今回は、デュエマの暗黒機について解説していこうと思います。この動画でいう暗黒機とは、主にスペクタクルのバーの時期を指します。ボルバルマスターズも暗黒機といって差し支えありませんが、今回は環境というより売上とかそっちの話になりますので、あらかじめご了承ください。それじゃあ、早速参りましょう。まずはデュエマ黄金期について解説していきます。2006年初頭、デュエマは当時歴代最高の盛り上がりを見せていました。2004年頃はぶっ壊れカードを多数輩出したエターナルアームズが販売されており、そして翌年にはロックマンエグゼと同時上映されたデュエマ初の映画、カース・オブ・ザ・デス・フェニックスが興行収入約9億円を記録して2005年が終わり、デュエマというコンテンツはかつてない盛り上がりを見せて2006年へ突入しました。そしてまず2006年2月に発売された拡張パックは、当時展開されていたジェネレートギアシリーズではなく、みんな大好きコロコロドリームパックでした。このパックには当時すでに絶版となっていたカードを中心に再録され、さらにボルフォアやバロム、デュアルファングやアルカディアスなど、超人気カードが違いで再録されていました。そしてこのパックにはストリーミングチューターやサファイアなど、超強力なカードが初登場したパックでもあります。ここで皆様、このサファイアは覚えておいてください。後で出てきますからね。話を戻しますが、さらに2006年3月15日には、2日後の17日に発売を控えたジェネレートギア第4弾の発売に先駆け、ついにあのボルバルザークがプレミアム殿堂入りとなりました。殿堂入りですら大暴れしており、長きにわたりボルバルマスターズとして環境を崩壊させていたボルバルが、ついにデュエマ初の禁止カードになることに、それにより2005年までの好調ぶりに加え、ボルバルマスターズの終焉、環境の多様化への期待などから、2006年もデュエマは人気を伸ばし、さらなる盛り上がりを見せるだろうと、この時は誰もがそう信じて疑っていませんでした。しかし、そんな期待と予想を見事に裏切り、2006年3月より、デュエマは暗黒期を迎えることとなります。デュエマの暗黒期到来、万人の予想と期待を裏切り、2006年3月より下降の一途をたどるデュエマ。具体的な数字で話すと、2006年3月期の売上が約109億円だったのに対し、翌年には約52億円、その翌年には約62億円と、売上がほぼ半減してしまいます。このような事態に一番驚いていたのは公式本人たちでしょうね。なぜこうなってしまったのか、大きく原因は3つあると考えています。それを順に説明して参ります。原因1つ目は週末ナスオ対戦。これはジェネレートギア第4弾ジオーバーテクノクロスの別称です。こちらの拡張パックは先に説明した通り、ボルバルが禁止となった2006年3月15日の2日後、3月17日に発売されたものです。環境の多様化が期待される世論の中、一発目に登場したこのパックには、たくさんの期待と希望が寄せられていましたが、蓋を開けてみればその思いに反する非常に残念なパックだったのです。収録カードの中で活躍できるカードが、本当にダンディナスオぐらいであり、それを揶揄してジオーバーテクノクロスになぞらえて、週末ナスオ対戦と皮肉を込めて呼ばれるようになったのです。当時のデュエマではスーパーレアが最高でベリーレアが2番目のレアだったのですが、5枚枠があったベリーレアは全てクロスギアで、ほとんどが外れ扱い、スーパーレアもデュアルショックドラゴンがまあまあな評価を得ただけで、他は全て外れ扱い、ジェネレートギアという、クロスギアをプッシュするシリーズのため、この収録カードの顔ぶれには仕方ない部分がありますが、クロスギア自体、登場時は全く日の目を浴びることがなかったカードなので、それもパックが売れない要因でもありました。ちなみにこのパックにはかの有名な七英雄が1人、メテオレイジリザードさんが封入されているパックでもあります。原因2つ目はスペクタクルのバーの爆死。ジェネレートギアのクロスギアプッシュが失敗に終わった公式は、人気だったエターナルアームズで少数ながら登場した種族、フェニックスをメインテーマとした拡張パック、スペクタクルのバーシリーズで再建を図ります。そして2006年6月に登場したスペクタクルのバー第1弾には、惑星をモチーフにした魅力的な進化フェニックスが多数登場し、ド派手なスタートを切るのですが、結果は惨敗。このパック、というより以降に発売されるスペクタクルのバー第2弾と第3弾も、まとめて爆死しました。なぜなのか？まず一つに人気種族の廃止が挙げられます。スペクタクルのバーとは背景ストーリーの設定上、ジェネレートギアから1万年後の世界とされており、その世界ではジェネレートギア以前のパックで登場していた多くの種族が絶滅。
そしてティラノドレイクやグランドデビル、アークセラフィムやグレートメカオーニドリームメイトなど、新たな種族が中心となった世界なのでした。つまりこれまで人気を博していたドラゴンやエンジェルコマンド、デーモンコマンドなどが全く登場しない世界なのです。改革に多少の犠牲がつきものなのは承知の上ですが、それでも2004年までで積み上げてきた人気を自らの手で排除するようなこの動きに、当時のプレイヤーは置いてけぼりとなっていました。また、そんな新種族たちやメインのフェニックスは、圧倒的にカードパワーが足りておらず、せいぜいファンデッキ止まりなのが実情でした。つまり環境に食い込んでくる新規カードなどがないため、このパックを買う理由がなかったということですね。クロスギアに続いて、フェニックスと新種族プッシュはまたしても失敗したと言えます。原因3つ目はサファイア地獄。先に紹介していた、暗黒期に突入する少し前に登場していたコロコロドリームパック。そこで登場したサファイアを覚えておいてくださいと言いましたが、ここでようやく登場します。ボルメテウスサファイアドラゴン。結論から言うと環境はこいつ一色となっていました。ボルバルが3月中旬に禁止となり、続く拡張パックの不振が続いていくことを解説してきましたが、その時環境を席巻していたのがサファイアでした。さらにこの頃はジュエマの大会の制度に大きな変更がなされます。それは今まで通り全てのカードが使えるルールに加え、使用カードを制限したルールの大会が初めて開催されることになります。それは全く売れなかったジェネレートギア以降のカードのみ使用可能というルールです。シリーズ名からとって、アフタージェネレートリーグ、略して AG リーグと呼ばれることが多いですね。公式の狙いとしては、カードパワーが低くて売れないジェネレートギア以降のカード、それのみを使用できる大会を開くことで、パックの売り上げを後押ししようというものだと思いますが、なんとジェネレートギア第3弾と4弾の間に発売された、あのコロコロドリームパックがこの大会で使えてしまうのです。つまりサファイアが使えてしまうということですね。ジェネレートギア以降の弱いカードを中心としたデッキを組むのか、それとも環境を席巻するサファイアを中心としたデッキを組むのか、こんなもん2択にすらなっていません。1択です。そして同じコロドリに収録されたデュアルファングを組み込んだ、キバサファイアが AG リーグで大暴れ、そして AG リーグで活躍するサファイアをきっかけに、すべてのカードが使える通常の大会でもサファイアが使われ始めます。そちらではキバサファイアに母なる大地を搭載したり、コントロール性能を強めた除去サファイア、ジェネレートギアの次のパック、スペクタクルのバーに差し掛かると、週末ナスオ対戦からダンディナスオと、スペクタクルのバーの数少ない壊れカードのインフェルノゲートを搭載した、ナスサファイアが環境トップに君臨。環境がサファイア一色となったこの環境をサファイア地獄と呼び、公式もこの事態を重く見たのか、サファイアの一発プレミアム殿堂が発表されました。スペクタクルのバーの駆使から始まり、AG リーグにより売れないパックの促進という戦略を、いずれも無に帰したサファイアの罪は重く、ここで忘れてはいけないのがスペクタクルのバーの爆死。これが加わることで当時の状況としては、環境はサファイア一色でつまらない上に、長きにわたって診断が弱い、こんな状況となってしまったため、結果、デュエマつまんなと引退する人も少なくなかったのです。以上の3つの原因、週末ナスオ対戦、スペクタクルのバー第1弾、第2弾、第3弾の爆死、サファイア地獄。これにより2006年3月中旬以降のデュエマは暗黒期を迎えていたのです。2006年暗黒期真っ只中だったデュエマは、2006年末の12月にスペクタクルのバー第4弾が発売。これまでのスペクタクルのバーから誰も期待していませんでしたが、これまでの暗黒期の状況からさすがに考えを改めた公式は、ここに来てカードパワーを大きく上昇させ、暗黒期の打破と年末のクリスマス商戦に挑みます。スペクタクルのバー第4弾ザドラゴニックのバー。不評だった種族廃止を重く受け止め、この弾のテーマは超人気種族でデュエマの代名詞ともなっているドラゴン。光のアポロニアドラゴンや水のポセイディアドラゴンの登場により、ついに全文明のドラゴンが登場。さらにこれまで地味だったフェニックスには、デュエマ初の特殊勝利能力を持ったユニバースや、わかりやすい能力で子供受け抜群のアポロヌスドラゲリオン。そしてガチ環境にはスペルデルフィンやバベルギヌス、インフィニティドラゴンやグールジェネレード。ノーマルカードにはユニバースゲートやタイムチェンジャー、フレミングジェットドラゴンにゴーゴンシャックなど、有能なカードが散見されました。それによってこのパックの売り上げは好調。年末商戦を無事成功に終わり、これによりデュエマ公式は、AG リーグや新種族の登場、
そしてスペクタクルの場合の不自然なカードパワーダウンなど、何かしらを感じる意図やインフレさせない取り組みなどだけでは、全く売れないことが分かったことでしょう。大事なのは診断を買いたいと思わせるカードパワーだったのです。ユーザーもアホではありません。ユーザーファーストの考えが大切だと再認識させられた公式は、これからも適度に強いカードを収録して盛り上げていくのだと。デュエマはここから復活していくのだと。当時は誰もがそう思っていました。ジエンド・オブ・ユニバース。2007年2月に登場したスペクタクルのバー第5弾にして、シリーズ最後の拡張パック、前のパックで上昇したカードパワー、そしてシリーズの集大成ということで、ユーザーの期待は大きく膨らんでいました。しかし、収録内容はお世辞にもいいものとは言えず、なぜこれを売ろうとしたのか、前の段から何を学んだのか、と言われるほどひどいパックで、爆死したスペクタクルのバーの中でも最もひどいパックとして有名です。さらにこのパックにはこれまで必ず収録されていた、呪文が1枚も収録されていないパックで、弱いくせにバリエーションもないパックでした。週末ナスを対戦とどっちがひどいの？こう思われるかもしれませんが、間違いなくこっちですね。あっちも大概ですが、ナスオがいます。これまで外れと言われていたパックでも、必ず1枚は殿堂入りカードや環境カードを輩出するなど、何かしらの功績を残すことがありましたが、このパックはそういったカードすらなく、強いて言えばテルスルースや埋め立てロボぐらいなもので、本当に救いようのないパックとなっています。ジエンド・オブ・ユニバースのジエンドとは、デュエマの終わりを意味するのかと、そう思わされるぐらい残念なパックでした。そしてその勢いのまま2007年3月期を迎え、2006年3月期に約109億円あった売り上げが、約52億円とほぼ半分まで減少してしまいました。以上、この2006年3月期から2007年3月期までのこの時期を、デュエマ暗黒期と呼ばれるようになりました。以上がデュエマ暗黒期の解説となります。いかがでしたか？この時期が懐かしいと思う方もいたのではないでしょうか？個人的にスペクタクルのバーら辺はガチプレイヤーではなく、小学生だったので普通に楽しんでいましたね。ドルザバードがかっこよすぎました。コロコロの付録にあった世界観のポスターみたいなやつ、めっちゃ面白かった記憶があります。長い動画となりましたが、ここまでご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録や高評価で応援よろしくお願いします。